はい、皆さんこんにちは。レトロゲーム大好きレトゲビーキです。今日はこちらのゲームボーイミクロを紹介していきたいと思います。今空前のゲームボーイアドバンスブームがレトロゲーム界隈で起こっているんですけれども、じゃあどのハードでプレイしようかなとなった時に選択肢の一つとして必ずこちらのゲームボーイミクロというのが選択肢に上がります。ゲームボーイアドバンスソフトをプレイできるハードはいろいろあるんですけれども、このゲームボーイミクロはアドバンスのソフト専用機になります。他のハードはゲームボーイソフトや DS ソフトなど互換性があるんですけれども、こちらのゲームボーイミクロはアドバンスのみプレイできるので注意が必要です。こちらのゲームボーイミクロは日本では2005年9月13日に希望小売価格11,429円税別で発売されました。スーパーマリオブラザーズ発売20周年を記念してこちらのゲームボーイミクロは発売されました。当時すでに任天堂 DS が発売されたタイミングでアドバンス人気も落ち着いていたことから出荷台数はそこまで伸びませんでした。それが現在の品薄に影響を与えています。ゲームボーイミクロは使う人によって好みが大きく分かれるハードになりますので、今日はこちらのゲームボーイミクロのいいところをメインにしつつも、私が感じる少し残念なところも同時に紹介していきたいと思います。それではおすすめポイント紹介の前にパッケージの開封をさせていただこうと思います。まずこちらが外箱なんですけれども、私は、メルカリで2年前くらいにですね約2万円で購入しました。で外箱もやっぱりすごくかっこいいんですけれども、これは開ける時に一つ注意がありまして、こちらの裏面を見ていただくと分かるんですけれども、この留める部分が2箇所ありまして、こちらの2箇所を外した状態で箱を開けないとこちらが破れてしまうんですね。見えますでしょうか。なので中古で購入したゲームボーイミクロの箱はほとんどがここに破れがあります。ちょっとやってみたいと思います。ここをまず外して、そして同時にこちらを外します。そうしてからこの箱をこう押し出すように外すのがゲームボーイミクロの箱の外し方になります。結構特殊なのでこれを知らないとどうしても破れてしまうんですね。はい、こういった形で中身が出てまいりました。このマリオのステージ、クッパのステージのデザインが施されています。でこちらの緩衝材にゲームボーイミクロ本体が入っています。やっぱりこの小ささすごいですよね。こういった形でゲームボーイミクロ入っています。結構傷はあるんですけれども動作品でやっぱりかっこいいですね。ミクロはこの輝きがすごくいいなと思います。でちょっと中身も見てみましょう。こんな形でマリオとクッパが描かれています。でこちらの内箱を剥がしますと説明書、ゲームボーイミクロの結構分厚めの説明書が出てきます。こういった形でミクロのいいところですね。画面が綺麗、コンパクト、充電式、電池内蔵、あと着せ替え可能、ゲームボーイアドバンスカートリッジ対応ということでおすすめポイントが端的に書かれています。すごくアイコンをたくさん使って本当に分かりやすく説明されていますね。この後もねいろいろ細かいことをご紹介するのでこちらはちょっと置いておきたいと思います。
でこちらはゲームボーイアドバンスのソフトウェアラインナップのチラシですね。こちらも同封されています。こちらがゲームボーイミクロと同時発売していたファミコンミニシリーズのスーパーマリオブラザーズ。こちら2000円ですね。当時は2000円で発売してました。でドクターマリオパネルでポンでマリオテニスアドバンスなどこういったものが紹介されています。でこれはゲームボーイミクロを音楽プレーヤーとか映像プレーヤーとして使えるプレーヤンという周辺機器も発売されていました。いろいろ遊び方があっていいですよね。でこちらを開けますと、AC アダプターですね。ゲームボーイミクロ専用の AC アダプターになります。でこちらが特製の巾着ポーチが入っています。で箱の底の方にはこのピーチとマリオが書かれていますね。Thank you for selecting the Famicom version。こちらファミコンバージョンのゲームボーイミクロということで、こういったファミコンのマリオのデザインが施されています。はい、こういった形で実際ね開封させていただいたんですけれども、それでは私がおすすめするゲームボーイミクロのおすすめポイントを紹介していきたいと思います。おすすめポイント1つ目、画面がすごく綺麗。これはですね、ゲームボーイミクロはコンパクトなサイズ感が注目されがちなんですけれども、私が一番おすすめしたいのはこの圧倒的な画面の綺麗さです。バックライトが搭載されているので、とても明るくて暗い場所でもしっかりプレイすることができます。画面のサイズが小さいので映像がよりクリアに見えやすいっていうこともポイントです。おすすめポイント2つ目、圧倒的なコンパクトさ。これはもうゲームボーイミクロという名前からわかるように本当に小さいですね。本当に小さいです。数値だとサイズ感があまり分かりづらいと思いますので、例えばこちらのクレジットカードサイズと比較すると、カードより一回り大きいくらいですかね。ほぼカードサイズと言っていいんじゃないでしょうか。であとは例えばこういうミントタブレットあると思うんですけど、ミントタブレットとほぼ同じ大きさになります。相当これは小さいことがお分かりいただけるかなと思います。おすすめポイント3つ目、高級感のあるボディ。こちらはですね、ボディにアルミ素材を使用しているので非常に高級感があります。この光沢感も含めゲームボーイミクロならではの質感というのがありますので、この持った時の持ち心地もしっかりしていて高級感が漂っています。おすすめポイント4つ目、バッテリー駆動時間が長い。これはですね、内蔵電池をゲームボーイミクロは搭載していますので充電式になってるんですけれども、だいたい 2.5 時間2時間半の充電でだいたい6時間から10時間持ちます。なので、外に持ち運んで外でプレイしてもすぐに電池が切れるっていう心配はないので、一度充電したらしばらく遊ぶことができます。これは携帯機としてはやっぱり大事なポイントになってきますね。おすすめポイント5つ目、イヤホンが使える。これはですね、イヤホンを使えるのは当たり前じゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ゲームボーイアドバンス SP というハードはイヤホンジャックがついてなくてですね、イヤホンを使うには専用の変換ケーブルが必要だったんです。外で遊ぶ時にはどうしてもイヤホンが必要になりますので、携帯機としてはとても大切なポイントになってきます。
はい、5つですね、ゲームボーイミクロのおすすめポイントを紹介させていただきました。次はちょっと私にとっては少し残念だった、ポイントを紹介したいと思います。まず1つ目、画面が小さい。これはですね、もうゲームボーイミクロの特性上しょうがないんですけれども、やっぱり画面はものすごく小さいですね。画面は本当に小さいので、RPG とかはやっぱり向いてないかなと個人的には思います。なので、アクションやパズルなど短時間で遊べるものがおすすめです。例えばマリオシリーズですとか、カービィシリーズなど、そういったアクションとか気軽に遊べるものでしたら、このゲームボーイミクロはすごくいいんじゃないかなと思います。少し残念ポイント2つ目、値段が高い。これはですね、ゲームボーイミクロの本体の価格のことなんですけれども、今中古の相場で言いますと、箱と説明書がついてない状態でだいたい1万円から1万5,000円ぐらいしてしまいますね。で、一番最初に言ったように、あんまり出荷台数が多くなかったハードになりますので、そもそもの市場にある個体の数が少ないっていうところがありまして、今すごくね、手に入れにくい状態にはなってるんですけれども、そこが、もう少し落ち着いてくれたら買いやすいのになとは思います。少し残念ポイント3つ目、周辺機器が高い。これはですね、ゲームボーイミクロは、特殊設計で、本当にコンパクトを追求した、ハードになりますので、ゲームボーイアドバンス本体に、付随で発売していた周辺機器との互換性がほぼないんですね。で、カード E リーダーとかカード E リーダープラスも使用できませんので、それらを使用した、ソフトも、フルに遊べない状態になってしまいます。で、こちらの表を見ていただきますと、ゲームボーイアドバンス用の周辺機器がほとんど、×印がついているのがわかると思います。唯一、周辺機器として使用できるのがイヤホンだけという状況ですね。なので、例えば対戦で、友達と対戦して何か交換したりとかする時も、ケーブルを使わないといけないんですけども、それもゲームボーイミクロ専用の通信ケーブルを使わなければいけなかったりですとか、ゲームボーイミクロ専用のワイヤレスアダプターを使用しなければなりません。で、こちらの周辺機器がものすごく高騰していまして、なかなか買うのも難しい状況ですので、そちらも少し残念なポイントではあるかなと思います。はい、今回はですね、こちらのゲームボーイミクロのおすすめポイントと少し残念なポイントを紹介させていただきました。で、こちらのゲームボーイミクロはやっぱり好みが分かれるハードっていうことがありますので、例えば、とにかくコンパクトさにこだわりたくて気軽にゲームボーイアドバンスをプレイしたい方にはおすすめです。あと本当に本体ハードのデザインもかっこいいですし、高級感もあるので、ちょっと持ち運ぶのにおしゃれ感を重視したい方にもおすすめです。いろんな、ゲームボーイアドバンスをプレイできるハードいろいろありますので、こちらのゲームボーイミクロも検討されてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。